こんにちは、リクです。ここは我が家のリビングルームです。前回の動画ではクローゼットの模様替えをしたんですけれども、今回はこのリビングルームの模様替えをしたいなと思っています。ソファーがあるスペースをくつろぎのスペースとしていて、そしてこちらのスペースは仕事部屋にしているんですよ。で、今プライベートな時間と仕事の時間が同じ部屋で過ごすことになるので、オンオフの切り替えがなかなかできなくてちょっと困っていたんです。なのでこのね、作業部屋を寝室の方に移して、ここのスペースにベッドを持ってこようと思っています。なのでこのリビングルームスペースでワンルームみたいにお部屋を作っていきたいなと思っています。で、今ここね、ごちゃごちゃしてるんですけど、模様替えのために買ったものとかもいろいろあるので、それもご紹介しつつ、今日は一日模様替えをしたいと思います。で、今日も大掛かりな作業になりますので、彼と一緒に模様替えをしていきたいと思います。はい、それではスタートです。このね、今寝室がですね、今いろいろこうクローゼットのものとかを移していてごちゃごちゃです。このお部屋に、デスクなどを持ってきて作業部屋にしたいと思います。Shoot me down with sugar cane, cellophane, and all that's in between. Shoot me down with lethal aim, baby girl, I won't tell a thing. Oh, how seasons change. When picking up, I better look out. 'Cause you said something, then I said something. Now I have nothing. I just want to love you. A bit apart, honestly, it's out of my control. Try to do what's good for you, don't believe it, say you didn't know. Oh, how seasons change, wind's picking up, I better look out. ベッドをどかしました。真ん中のスペースに向かい合わせるデスクを置いて、そしてこっちとそして反対側の壁のところに大きなラックを作ろうと思っていて、こういう感じのものを作ろうと思っています。これどこで買いましたか？これ楽天ですね。楽天。7000円ぐらいでした、1個。それを3つ作っていきます。うわ。うわ。これ見て。それ1個の皿に対してのパーツそれ。うん。やば。これ。こんなくるくるすることある？やばいなこれ。完成。棚3つ完成しました。結局部屋の奥に3つ横並びで置くことにしました。で、このね、部屋の真ん中にデスクを持っていきたいと思います。狭いかな、こうして。棚をこっちにするか。そしたら後ろ結構余裕ある。まあ確かに。じゃーん、完成しました。仕事部屋です。さっきあっちの壁のところに棚を3つ置いてたと思うんですけど、そうするとですね、椅子が引いた時に当たってしまって狭いということで、こちら側に、棚を持ってきました。3つ並べておいて、そして今まで使ってた本棚ですね、本棚も持ってきました。で、こんな感じでも
この部屋に入ってきたら仕事モードっていう風にしています。いい感じだね、職場って感じがします。やっとプライベートなね空間と仕事っていうのを切り離すことができた気がします。ではリビングの方をちょっと仕上げていきたいと思います。はい、今回の模様替えのためにいろいろ買ったものずっと開けずに取っておいたので、一斉に開封していきたいと思います。どれに何が入ってるのかもちょっと覚えてません。今回はベッドをリビングに持ってくるっていうことで、ちょっとベッドカバーとかも新調しました。これ IKEA のでした。 IKEA で買ったラックです。これはねベッドスペースに壁につけたくて買いました。2個。これはモマで買ったんですけど、イサム・ノグチの明かりですね。イサム・ノグチのね明かりのスタンドはちょっと人気すぎて、普通の白は全然入荷待ちで買えなかったので、こちらオレンジのねタイプの明かりのスタンドライト買いました。こんな感じ。次、これはオンラインショップで買ったものです。ワンドトラディションのペンダントライトです。結構大きくない？ちょっとこんな大きかった。あら、サイズミスった。やっちまったー。これちょっとベッドサイドにポツンと垂らそうと思ったんですけど、ちょっとこれ店頭になくって、店員さんとねオンライン見ながら注文したので、ちょっとオーダーミスした可能性はあるね。あとはマリメッコでベッドカバー類買いました。まずはねこちらベッドカバー、これは春夏の新作です。また後で見せます。でこれが、クイーンサイズのものを買いました。あとはクッションカバー、これもベッドに置くものです。枕カバー、この色のものを2つ買いました。もう1個クッションカバー買いました。あとはクッションカバーの中身ですね、それを2つ購入しました。あとまたノベルティでトートバッグもらいました。あとはこれはコンランショップで、ライトとかいろいろ買ったので、そのポイントで購入したものです。ディフューザーを2つとグラス、あとはこれはお気に入りのファブリックスプレー買いました。あとはなんかライト用のスイッチとか、あとは壁にかけるための金具とか電源タップのタワーを買いました。ではさっきまでデスクがあったスペースにベッドを運びたいと思います。ライトつけてみました。ちょっと予定より大きくて、本当はこの半分ぐらいの大きさのものをベッドの上からね吊るそうと思ったんですけど、ちょっとあまりにも大きかったのでこっちの方につけて、今ねこのもともとここにあった飾り棚を撤去したので、ここにソファーを持ってきて、そしてこのライトを吊るして、こっちにこうソファーとかのあるくつろぎのスペースにしようと思います。じゃあやろうか。やっちゃった。犬ころの耳をかけた。あとでも接着剤でいけるね。緑が奥、濃い緑が。いけたよ。こうね、ここね。これもいいね。テーブルの位置が若干気になるんだけど、私は。もっと離そうか。そうね。で、ライトもうちょっと真ん中に来る。いい感じ。ご飯食べようか、夜ご飯。疲れた。まだ終わってないなんて。はい、帰ってきました。この天井のワンドトラディションのライトをもう少しね右側にずらして吊り下げたいと思います。でそのためにこのちょっと開けちゃったんですけど、石膏ボード専用の固定具を使ってちょっとライトのね調整していきたいと思います。
いですね。当たんないしね。ちょっとね、今も一旦ここは仕上げたんですけど、まだねベッドの方出来上がってないし、こっち側とかぐちゃぐちゃなんですけど、ちょっと寝たいと思います。はい、デイ2です。今日中にお部屋を完成させたいと思います。で、今午前中に南青山のソルソパークっていう観葉植物を置いてあるお店で、こういう天井から吊るす系の植物を2つ買ってきました。どちらもエスキナンサスっていう名前の植物みたいです。じゃあまずは掛け布団も天日干ししたのでベッドを仕上げていきたいと思います。で、昨日ねちょっとこの後相談して向きをねちょっと変えようかなと思っています。Yeah, I feel it. Lost in the sauce like I made a couple millions. Broke with an attitude, girl, you acting basic. If I told you that I love you, then you need not just a trip. Different than your average, I'm not here to hit and quit. You a queen if you hang around. Real love, let a youngin' come and hold you down. If I make it, then the team wins, that's including you. Work so hard, I'm graduating honors in the booth. They can't touch me cause they never see it through. Sunshine and rainbows. I've been feeling good, yeah, you know that it's true. You said that you love me, baby, what you tryna do? We could see the world every day, me and you. Sunshine and rainbows. I've been feeling good, yeah, you know that it's true. You say that you love me, baby, what you tryna do? Yeah. Hold me close, let your spirit catch a youngin' like the Holy Ghost. I got so much on my plate and I just doubled up. That's what it takes if you gon' really do the most. Be a star, now you shining on your ex, running numbers. Yeah, I'm stunting, watch me flex, that's just the way it goes. They don't wanna see you broken. ちょっとねこの混乱ショップで買ったディフューザー開封したいと思います。1個はリビングで1個はクローゼットに置きたいと思って買いました。これがアーバンアポセカリーのベルベットピオニーという香りのディフューザーです。こんな感じ。あともう1個がリナリというブランドのカプリという香りのディフューザー買いました。こういう感じ。どっちがいいかな。こっちがクローゼットっぽい。こっちをクローゼットにします。Sunshine and rainbows. I've been feeling good, yeah. I've been feeling so good. I've been feeling good, hey. I've been feeling so good. I've been feeling good, yeah. Ooh. Celebrate with me, man. Today's a good day. I hope you feeling good too.お疲れ様です。丸2日かけてリビングルームの模様替えが終了しました。いやー大変でした結構大変でした。引っ越してきてから今まで何度か模様替えしてきたんですけど、今回は結構大きめの模様替えをしました。今回のテーマはですね、プライベートな空間と仕事の空間を完全に分けようというテーマで、模様替えをしました。はい、引っ越してきてからここにもう1年ぐらい住んでるんですけど、最初はねこのリビングルームに仕事部屋とプライベートな空間が一緒になっていて、それで1年やってきたんですけど、私たち2人とも家で仕事しているので、どっちかが仕事してる時にどっちかが休んでるとどうしてもお互い気を使っちゃう部分があって、なんかそういうのがちょっとストレスになっていて、
なので今回思い切ってもう仕事とねプライベートな空間を分けることにしました。お部屋が完成したので、詳しく紹介していきたいと思います。一番変わったのはこのベッドよな。そう、ここがねもともとデスクを置いていて2人の仕事場にしていた空間です。でここに思い切ってベッドを持ってきました。綺麗に入ったね。綺麗に入った。ちょっとだけ出ちゃってるんですけど、このねちょっとこう奥まったスペースにこのベッドがこうすっぽりと入りました。ここにベッド持ってきたことによってこのベッドのね中に入るとちょっと秘密基地みたいなドラえもんみたいな。そうちょっとねベッドの雰囲気もガラッと変えたいなと思って今回はね最近ハマってるマリメッコで全部揃えました。寝具を楽しそうやったね、選んでる時。楽しかった。そうちょっと彼には申し訳ないんだけど、ちょっとね春夏だけはどうしても爽やかな色ちょっと派手にさせてくれっていうことで許可を取りましたので、はい、今回はねマリメッコの新作のもので全部揃えました。この新作のねブルーの定番の柄、これね、すごい可愛いスカイブルー。あとはこのベージュとね白のシンプルな柄のもの、枕カバー、色をちょっと落ち着かせて、はい、寄り添ってくれたんですね。そう、これ同じね柄にしたら嫌だかなと思って気持ちいいシンプルなものを選んでみました。でそこに、一緒に買いに行ったからね、じゃあクッションどうするって言って、じゃあこれだったら結構濃い色入ってるからいいよっていうことでそうね、実はこっちもね色あるんだけどこっち向きにして置いて少し色を締めました。あとはねこれは彼が「可愛いねこれ」って言ってくれたんで、じゃあちょっと買わせていただきましてこれはねアジア限定デザインらしいです。あ、そうなの。そうなの。これも可愛いよね、でこれを置いて、ちょっとね可愛くさせていただきました。で偶然にもねもともと持ってる絵、このね、eBayで買った絵のこのお花の色とベッドのねカバーの色がリンクしてて、もういい感じですね。はい、でこのせっかくおこもりスペースにベッドを置いたのでちょっと雰囲気出したいよねっていうことでちょっとここの電気します。この IKEA のテープライト、前回も、動画見てくださった方は分かると思うんですけど、 IKEA のテープライトをベッドのこの枕元と足元に引いて、このね IKEA のテープライトが本当にいいよねそれね。そう、このねベッドの横にドレッサー持ってこれたんですよ。1年間使えてなかったのこれでちょっとねつけていいですか電気、このままだと暗いんですよね。夜とかここでちょっとスキンケアとかしたいなっていう時にちょっと暗いのでパチッと寝室のライトをここに持ってきました。前はね寝室に置いてたんですけど、寝室はすごい結構暗くて朝光が入んないんだよね。そうなので全然使えなかったんですよ、でやっとこれで使えるようになります。あとベッドからの動線も結構いいしね、そうでこのねドレッサーのこの左半分ベッド側には、寝る前に使うやつ、スリープバームとかね、彼も結構使うからピロミストとか置いています、であとは、香水ね、この一番今使ってるジュリエット・ハザーガンの、香水1個だけ置いてます。であとは、今ね一番使ってるスキンケア類とか、リビングにドレッサーを持ってきたのであんまり上にごちゃごちゃ置くとちょっとねインテリアの邪魔しちゃうので必要最低限のものだけ置くことにしました。あとこれがね韓国旅行で買った日めくりカレンダーをここにぶら下げています。ということで、寝室がこっちに移動してきたってことですね。そうです。これは結構初めての試みじゃない？そうね、こっちで寝たことはなかったね。なかった。だからちょっと最初不安だったんですけど意外とね馴染んで部屋に結構いい感じです。でそしてこのねディーン・ロゼのソファーの真横に寝室で使ってた IKEA のサイドテーブルを持ってきて、その上に、ルームスプレーとかあとはよく使うキャンドルとかお香とかを置いて、ここでちょっとキャンドル灯したりお香をつけたりできるようなスペースにしています。で手前の方少し開けてるのでこうソファーで飲み物飲む時とかコップとかここ置けるようにしています。こっちがですねくつろぎのスペースですねはい、いつものねディーン・ロゼのソファーを置いて、そして観葉植物を新たにいくつか買い足しました。吊り下げるタイプの観葉植物2個ね。それを天井から吊り下げていて、であとはエバーフレッシュを2個買いました。でこっちが一花で買ったもので、こっちが、
新宿伊勢丹で一目惚れしちゃったエバーフレッシュちゃんです。ちょっと朝になったらもっと綺麗なんだけどねそうでこの子はねすっごい生え方も可愛くて、下の鉢カバーと一緒に買ったんだけどすごい可愛いよね。そういう感じでちょっとね植物を増やして観葉植物に囲まれてる感じを出しています。あとはこのいつもの、イサム・ノグチのテーブルをソファーの前に置いて、キャンドルとか、あとは、新しく買ったディフューザーですね。ここはねもう必要最低限のものしか置かないことにしました。でそして新たにお家に、迎え入れたのがイサム・ノグチの明かりですね。これ人気よな。これ人気で、これのね白がやっぱり欲しかったんですよ、一番人気のやつ。でも全然買えないよね。なかったね。まあ多分数ヶ月待てば来るんやろうけど。そうでもまあ普通にオレンジいいと思うけど。そうオレンジ可愛くないっていうことでオレンジにしました。はい。でこのオレンジの明かりをこのね足元に置いて、でこのイサム・ノグチのテーブルがガラステーブルだからちゃんと下からもね光がこう透けて見えるし、このね観葉植物もいい感じにライトを当ててくれて雰囲気出てすごいいい感じです。であともう一つ、リビングで新しく増えたのがこちらです。これが、アンドトラディションのペンダントライトです。これはね本当はこれぐらいのサイズの小さいペンダントライトを買ってベッドの上から吊り下げようと思ってたんですよ。でも間違えちゃって多分そうオンラインだけ見て注文したからそのサイズを間違えちゃって想像以上に大きいの来ちゃって、どうしようって思ったんですけど、結果的にこのねスペースの上のライトなかったから、もうよかったね。よかったです。結果オーライ、はい、この色はマスタードです。もともとテレビを置いていた USM のボードをこっちのソファーの方に持ってきました。でこれで食事をとる場所とくつろぐ場所を、ちょっと仕切ってる感じになります。今ねこの上はスピーカーとレコードしか置いてないんですけど、これが新しく買ったスピーカーです。これは彼が買ったんですけど、トランスペアレントっていうブランドのスピーカー、で今ねこれは仮置きで、この後、新しく届いた USM ボードの上にこういうのを置くそうです。そうレコード機器は全部そこに、6月に届くので、それまでちょっとここに置いているという感じで、この USM ボードがあることによって、こっちのね食卓のスペースが完全に区切られている感じになります。ダイニングテーブルを置いて食事とかするようなスペースです。ペンダントライトを置いて椅子をね4脚並べて、テレビは窓側に置きました。でこっちですね、こっちはもうねほとんど何も手をつけてなくってちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、ここにさっき言った彼が注文した USM ボードを置いたりとか、出かけ収納、それは結構インパクトがあるので、それと USM ボードが来たら結構ここの雰囲気もガラッと変わるかなと思います。なのでまだね部屋は完成しきってないんですよ。6月ぐらいに完全に完成するかなって思うので、そこでまたルームツアーできたらいいなと思っています。はい、そんな感じでこっちがね寝室として使っていたお部屋です。ここはね結構小さめのお部屋なんですけど、ここに仕事で使うものを全部持ってきました。これがね仕事のものをいろいろ雑多に置くスチールラックです。それを3つ作って並べています。でここに自分のブランドのものだったりとか、キャンドルね、あとは企業さんからもらったものとか、これ仕事のねいろいろ資料、送られてきた資料とか、キャンドルのね箱とか、もうこういうのを置けるスペースが欲しかったんですよ、ずっと。あとはカメラのね充電スペース作ったりとかまだちょっとざっと置いてるだけだからちゃんと綺麗に置きたいと思うんですけど、であとはこの前のねデスクスペースにあった仕事のものもあるしプライベートなものもあるんですけど、旅ポンとかここにザーって置いたりとか、ここでキャンドルウォーマーでキャンドル焚いて、自分のね新しく作ったキャンドルの香りを確かめたりとかします。でデスクをねこっちに持ってきました。これが結構いい、仕事だっていう感じで、もう社長みたい。社長みたい、社長じゃないんだけどそうこういう感じで、もうこの部屋に来たら編集したり仕事したりするぞっていう、ほんとそういう風に切り替えるために空間を作りました。
で反対側にも彼のデスクがあって彼の棚とかがあります。まあいろいろね物を置けるスペースができたっていうのが結構私的に大きくって、新しくね作りたいものがいろいろとあって、そのねサンプルがどんどん送られてきたりするからそういうのとか置くスペースができてよかったなと思っています。私はね YouTube も頑張るけどブランドのことも頑張って商品をね何個か出したいなと思っているので、そういう面でもこういう棚ができることによって仕事のねしやすくなりました。簡単ですけど作業部屋はこんな感じです。はい、そんな感じで2週にわたって模様替えの動画をお届けしました。前回の動画も参考になったよっていう方も結構いらっしゃって、今新年度だから引っ越しだったりとか、あとは模様替えとかされてる方が多いかなと思うんですけど、今回の動画でもこういう配置だったりとか何か参考になるものがあれば嬉しいなと思っています。新たな環境で頑張ってる方も多いかなと思うんですけれども、私もこの部屋をね変えたことによって心機一転今年1年頑張っていきたいなと思っています。では2週にわたって模様替えの動画ご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。